ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。武蔵野線は東京都心部から少し離れた郊外エリアを走る路線で、都心部から放射状に伸びる JR や私鉄の各路線をつなぐ役割も持っている路線です。さらに武蔵野線を走る多くの電車は京葉線に直通し、東京駅や海浜幕張駅まで乗り入れています。ところで、そんな武蔵野線を利用していると本数が比較的少ないと感じることはございますでしょうか。関東圏を走る利用者の多い他の路線と比較すると1時間あたりの運行本数は少なめのダイヤです。中央線や総武線などといった他の首都圏の主要路線はラッシュ時間帯になると電車が発車したと思ったらもう次の電車がやってくることも多いです。なので乗り遅れても次の列車に乗れば大丈夫という安心感がある路線も多数あります。対して武蔵野線はラッシュの時間帯であったとしても次の電車までの間隔が少し空いてしまいます。そのためこれらの路線と同じ間隔で武蔵野線を利用すると痛い目に遭う可能性が非常に高いのです。なぜ武蔵野線は他の路線と比べ運行本数が少なめのダイヤになっているのでしょうか。今回の動画ではなぜ武蔵野線の運行本数が少なめなのか他の都心部の路線と比べながら解説・考察をしてみましょう。それでは本編へどうぞ。武蔵野線の概要。武蔵野線は神奈川県横浜市にある鶴見駅から千葉県船橋市にある西船橋駅を結ぶ全長約 100.6km の路線です。途中、東京都多摩地区や埼玉県南部、千葉県西部を通っており、東京都心部から伸びる JR や私鉄の各路線と接続しています。そのため、武蔵野線は郊外エリア同士を結ぶ役割だけではなく、都心部への直通路線がないエリアと都心部を結ぶ役割を持っている路線です。そんな武蔵野線ですが、多くの人は武蔵野線は府中本町から西船橋までの路線じゃないのかと疑問に思ったのではないでしょうか。JR 東日本の駅などで武蔵野線として案内しているのは府中本町から西船橋までの区間だけで、定期運転される旅客列車が運転されるのもこの区間だけです。それもそのはず、この鶴見・府中本町間について貨物列車以外の定期列車が走っていないのです。鎌倉と吉川南を結ぶ特急鎌倉といった列車などごく一部の武蔵野線に直通する臨時列車については通常旅客列車の運転がないこの区間を走行して運転しますが、この区間で定期運転の旅客列車は一切設定されていません。なので定期旅客列車が運転されている区間特別するために鶴見・府中本町間は武蔵野南線という通称で呼ばれることもあります。ちなみに武蔵野南線区間のほとんどは地下トンネルとなっていて、臨時列車に乗って通過するときは車窓からの景色は期待できません。そんな武蔵野線はもともと国鉄が山手貨物線のバイパス路線として貨物列車が都心部郊外を迂回するために貨物列車の新たな大動脈となるべく建設した路線です。しかし地域住民への見返りや利便性などの観点から府中本町・西船橋間に限っては貨物駅以外に旅客駅を設置して旅客線としても営業することになりました。もともと貨物列車がたくさん走ることを想定したため、武蔵野線と接続する各路線につながる短絡線が多数存在し、特に大動脈である東海道線と東北線を結ぶことによって都心部を走る貨物列車の数を減らす役割を果たしています。他にも中央線や常磐線とも短絡線で接続しており、さらに京葉線を経由して千葉貨物駅にもアクセスでき、武蔵野線は関東圏における鉄道貨物輸送の大動脈的存在なのです。現在も武蔵野線内には越谷貨物ターミナル、新座貨物ターミナル、梶ヶ谷貨物ターミナルと3つの貨物ターミナルが稼働中で、これらでは荷物の積み下ろしも日々行われています。さらに、かつては吉川駅と三郷駅の間の敷地に日本最大級の武蔵野操車場が設置されていました。武蔵野操車場はヤックスという当時の最新技術が投入され、自動化を目指して作られた操車場で、貨車の仕分けや列車の組成などがコンピューターの操作にて自動的に行われていたことが特徴です。
しかし国鉄の経営悪化で貨物列車の運行形態を見直すことになり、それまで行われていたヤード集結型貨物輸送が廃止され、現在のように始発駅と目的の駅を直接結ぶコンテナ輸送を基本とする運行形態になりました。ヤード集結型貨物輸送の廃止に伴って、武蔵野操車場をはじめとした大規模な操車場は必要なくなり、全国各地で操車場の廃止や規模の縮小が行われる中で、もちろん武蔵野操車場も廃止することになったのです。この跡地は長らく空き地が多かったのですが、現在は三郷市側は新三郷ララシティというぶっ飛びまくった地名が付けられ、ララポートやコストコ、IKEA などが立地しており、吉川市側は2012年3月に吉川南駅が開業し、それを核としてイオンタウン吉川南や住宅などの整備が進んでいますが、まだ計画の策定途中となっている地区もあります。このように武蔵野線開業当初と比べると、鉄道貨物輸送量は減っています。しかし現在でも武蔵野線は貨物輸送において重要な路線であることに変わりはありません。またトラックから地球環境に優しいだけでなく、少ない人員でより大量に荷物を運べる鉄道貨物輸送にシフトする動きもあり、今後武蔵野線の地位はさらに増していくでしょう。武蔵野線旅客列車の運転本数。ここまで武蔵野線とはどんな路線なのか見たところで、ここから武蔵野線を走る旅客列車の本数を周辺の路線と比較していきます。今回は平日ダイヤをベースとして比較しますが、武蔵野線は日中時間帯1時間あたり6本程度の電車が走るダイヤです。ラッシュ時間帯はこれよりも運転本数が増えますが、最大でも1時間あたり12本運行されるというダイヤになっています。日中だと10分に1本の間隔、ラッシュ時間帯でも均等にして最大で5分に1本の間隔で電車が運転されていることになります。では、他の路線ではどのような運行頻度で電車が運転されているのでしょうか。南浦和駅で接続している京浜東北線の場合、大船方面へ向かう電車は日中1時間あたり12本、ラッシュ時間帯は最大で22本の電車が発車します。大宮方面への電車は南浦和折り返しの電車が多数設定されている関係で、大船方面に向かう電車よりも少なくなっており、日中の時間帯は1時間あたり6本程度であり、ラッシュ時間帯は最大で1時間あたり19本というダイヤになっています。日中時間帯の大宮方面行きの運行本数に限った場合、武蔵野線の運転本数とほとんど同じとなるのですが、それ以外に関しては大差をつけて京浜東北線が多いです。その他に西国分寺駅で接続する中央線の場合、日中時間帯は高尾方面に向かう電車も東京方面に向かう電車も1時間あたり9本程度の運行本数になっています。ラッシュ時間帯は下り高尾方面は最大で1時間あたり19本、上り東京方面は最大23本というダイヤが組まれており、圧倒的に中央線の方が多くなっています。ちなみにこれは西国分寺を通過することになる通勤快速、中央特快、青梅特快、通勤特快、特急列車の本数を一切含んでおらず、実際にはもっと多くの電車が中央線を走っています。しかし朝ラッシュ時間帯の中央線は最大で2分に1本の間隔で運転されていることを考えると、ラッシュ時間帯でも5分に1本の間隔で運転されている武蔵野線は運行本数が比較的少ないということができます。続いて西船橋駅で接続している総武線のダイヤとの比較ですが、総武線は日中でも1時間あたり12本程度になっていて、武蔵野線のラッシュ時間帯と変わらない運行頻度です。ラッシュ時間帯はさらに電車の本数が増え、時間帯によっては1時間あたり最大23本の電車が運転されており、総武線もラッシュ時はかなりの高頻度運転を行っているのです。そのことを踏まえるとラッシュの時間帯でも5分に1本という武蔵野線の運行頻度は少ないとしか言えません。ここまで JR の路線と比較してきましたが、武蔵野線は私鉄の路線とも多く接続しており、そういった路線とも比較していく必要があります。まず北朝霞駅で接続している東武東上線の朝霞台駅の場合、日中の時間帯は1時間あたり15本の電車が発着するダイヤが組まれています。
ラッシュ時間帯はこの駅を通過する TJ ライナーを除き最大で1時間あたり26本の電車が発着するダイヤになっており、およそ2分強に1本の間隔で電車が発着しているのです。また新秋津駅で接続している西武池袋線の秋津駅は通過する特急 F ライナー含む快速急行を除いて日中の時間帯でも1時間あたり8本近い電車が停車します。ただしラッシュ時間帯は通過電車を除いた場合最大で1時間あたり12本程度停車するダイヤになっていて、武蔵野線と同等の頻度になってしまいます。このように武蔵野線と接続している路線の多くは武蔵野線よりも高頻度で運転を行っており、郊外エリアを中心に走る路線を考慮してもやはり東京都心から近いところを走る路線としては武蔵野線の運転本数は少なく感じてしまうのです。ではなぜ武蔵野線の運行頻度はそこまで高くないのでしょうか。なぜ武蔵野線は本数が少ない？武蔵野線の運行本数が他の路線と比べて少ない理由は、貨物列車が多く走るためそのためのダイヤを確保する必要があることと、他の路線と比べて需要がそこまで高くないこと、主にこの2つの理由に集約させることができると考えられます。すでに動画内において解説をしているのですが、もともと武蔵野線は都心部を走る山手貨物線のバイパス路線として作られました。昔は東京都心部にも多数の貨物列車が日々運転していた時期もあり、品川駅などに貨物を取り扱う施設が設置されていたほどです。この当時は武蔵野線の役割を主に山手貨物線、現在埼京線や湘南新宿ラインが走る線路で受け持っていました。山手貨物線は田端駅で東北貨物線、大崎駅で賓客線と接続しており、山手貨物線が各路線からやってきた貨物列車をまた別の路線に中継する役割を持つ路線となっていました。しかし1960年代になると山手貨物線の輸送力が限界に達しており、一方で経済成長により旅客需要も増え続ける状況でした。同時に貨物列車は旅客列車よりもそこまで速度が出ないため、旅客列車を運行する上で支障している状況でもありました。そういった状況を踏まえ国鉄は玉葉線という仮称にて、都心部から離れた郊外に外環状線を建設する計画を立ち上げ、順次建設を進めて1978年に武蔵野線が全線開通を果たしたのです。以降、貨物列車の多くは武蔵野線を走るようになり、当時は山手貨物線の延長部的な扱いで鶴見までを結んだ賓客線も横須賀線の電車が走る線路へと転用されました。さらに山手貨物線自体にも余裕が生まれた影響で、国鉄時代末期の1986年には通勤新線として開業した埼京線が池袋から山手貨物線に直通して新宿駅まで乗り入れます。同時に武蔵野線の開業で余裕が生まれた東北貨物線にも国鉄時代末期の1984年に東北高崎線列車が直通を開始し、当時は赤羽まで乗り入れていました。この列車は後の国鉄爆発後となる1988年に池袋まで乗り入れ、さらに1995年以降は新宿まで延長する列車が誕生。さらに2001年には神奈川県方面まで直通する南北直通列車の湘南新宿ラインという新たな路線系統となって現在に至ります。現在も山手貨物線では数往復の貨物列車が走りますが、そのほとんどは武蔵野線経由へと切り替えられています。さらに昔と比べると鉄道による貨物輸送量は大幅に減少していますが、それでも頻繁に武蔵野線内を様々な貨物列車が行き交っているのです。東北方面と西日本方面を結ぶ貨物列車はもちろんのこと、関東圏内で完結する貨物列車も走っており、加えて日本各地から武蔵野線内に設置されている越谷貨物ターミナル駅をはじめとした貨物駅との間を結ぶために設定された貨物列車もたくさん走っています。そのような大量の貨物列車を運転するためには、旅客列車が走らない時間をいくらか確保する必要があります。そういった線路容量的な問題から武蔵野線では旅客列車を他の路線のようにたくさん走らせることを難しくしているのです。
このように武蔵野線の旅客列車が少ない理由は、貨物列車を走らせるダイヤを確保するためという側面が強いです。しかしそれと同時に武蔵野線という路線自体、他の路線と比べると需要がそこまで高くないこともあります。JR 東日本が公表している2022年度の資料によると、武蔵野線の府中本町西船橋間の1日平均の通過人員は14万9572人という数値になっています。ここで参考までに接続する他の路線の数値も見てみます。中央線の神田高尾間が54万2056人、総武線の東京千葉間が34万3629人、東北本線の東京大宮間が51万4206人、常磐線の日暮里取手間が28万8593人、南武線の川崎立川間が16万7140人、東武東上線の池袋寄居間で172万9532人、東京メトロ東西線の中野西船橋間で115万8000人。これらを踏まえてみた場合、武蔵野線の需要は少ないことが分かります。さらに他の路線では10両編成以上の電車が使われているのに対し、武蔵野線は8両編成の電車を使って運転されています。ところで武蔵野線の沿線はほとんどが住宅街であり、目立つような人が集まる商業施設に関しては公営ギャンブルに関する施設が目立ちます。特に船橋法典駅近くの中山競馬場と府中本町駅近くの東京競馬場という4大競馬場のうちの2つを武蔵野線の沿線には抱えております。そのため武蔵野線はギャンブル電車という通称があるくらいです。しかしそれ以外では国内最大のイオンであるイオンレイクタウンやその近隣にあるララポート新三郷など車利用も視野に入る大型商業施設があるぐらいです。そのため他の路線と比べて利用する人が少なく、基本的に東京都心部から放射状に伸びる接続している路線に乗り換えて、最終的にその接続路線で都心部に移動する。また他の路線と他の路線の間を中継するように使うというのが、この武蔵野線という路線の主な使われ方になっています。路線自体は長くても乗車時間も比較的短い傾向にあり、ポンと乗ってはすぐに乗り換えることを考えると、編成の両数を多くする必要もありません。なので武蔵野線の電車は首都圏の主要路線で多い10両編成と比べて2両編成の両数が短い8両編成となっており、運行頻度も低くなっているのだと考えられます。なお、武蔵野線が8両編成になっている理由はすでに他の動画で解説をしております。こちらの動画をご覧いただくとそちらについて理解が深まるため、よろしければこの動画の視聴が終わりましたらご視聴ください。概要欄からアクセスすることができます。いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことによって武蔵野線の本数が少ない理由について、そもそも武蔵野線はもともと貨物輸送のために作られた路線であり、貨物列車が走るダイヤを確保する必要があるために本数が少なくなってしまうこと、武蔵野線は貨物列車が都心部を走らないようにすることで都心部により多くの旅客列車を走らせる役割を持っていること、武蔵野線のおかげで埼京線や湘南新宿ラインといった路線が出来上がっていること、それ以外にも他の路線と比べてそもそもの需要がそこまで高くないこともあり、結果的に武蔵野線の本数が抑えられていることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道など交通に関する様々な疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。